はい、ゴールデンウィークの恒例行事、夏野菜の植え付けです。先週畝を一つ作ってマルチもかけております。土作りは以前と同じ要領ですので、土作り動画をご覧ください。第1弾として、左からオクラ、万願寺シシトウ2本、ナスビ2本、これは黒葉という品種です。次にトマト2本、桃太郎です。最後にミニトマトです。私の菜園は狭いので、連作防止のために接ぎ木を利用しています。接ぎ木を選ぶときは、継ぎ目がしっかりしているかチェックしましょう。風で折れてしまうことがあります。トマトも接ぎ木です。少し高いんですが、連作障害防止のためですので仕方ありません。はい、まずは位置決めです。これ大事です。西側から植えていきます。特に背が高くなるようなオクラを先に東に植えると、後から植える野菜に日が当たりにくくなります。こちらは万願寺シシトウ。ナスビは50センチ間隔で植えてます。で、ここは開けています。時間を置いて、もう一本ナスを植えようと思います。トマトも50センチ間隔で植えています。玉ねぎを収穫した後、第2弾の夏野菜の植え付けをしていこうと思います。夏野菜の植え付けに欠かせないのが支柱です。アブラムシ対策としてアルミテープを貼り付けています。アブラムシは反射光に弱いからです。毎年使用してますが、効果はあります。アルミテープは高いので、無駄なく縦に貼っていきます。はい、完成です。適度にシワシワにした方が反射光が多くなるので、より効果的です。支柱を立てていきます。背の高い支柱立てはこういう道具を使用しています。頭の方に鉄の重りが仕込んであり、途中に支柱を入れる溝があります。ここに支柱を入れて、この重しの重量を利用して杭打ちのようにして立てていきます。じゃあ早速始めましょう。
力もいらず非常に効率よく支柱が立てれます。次は植え付けです。まずはマンガンジシシトウから。根元周辺に水がたまるよう丸く溝を掘っていきます。植え付け後は水やりを忘れずに。風対策としてビニール紐で苗と支柱をくくりつけます。きつく縛らなくても大丈夫です。次はナスとトマトの植え付けです。アブラムシ対策としてシルバーマルチを使用しています。苗のポットより大きめに穴を開けて植え付けます。
次にビニール紐で苗を支柱にくくりつけます。上はね、そこはゴミ埋めるために穴掘っただけですわ。そしたら全部もう、そしたら全部埋めるために木の掘って全部埋めるわけ。掘って下まで掘って、ほんで草全部ここらにあったやつ。次にそこに穴を開けたペットボトルを苗の隣に設置します。マルチをすると水やりの時に水が地面に十分浸透しないことがあるので、水をやるときはこのペットボトルに水を入れると効率的に水が浸透します。同じ要領でトマトも植えていきます。水をやってみましょう。水やりもしやすくなります。夏野菜植え付け第1弾が終了しました。今年の夏も暑くなりそうです。